皆さんこんにちは。今回はギリギリ自転車の話題、自転車の空気入れの修理動画です。先日メインで使ってるこのフロアポンプが夏の暑さにやられてしまったのか壊れてしまったんですよね。300キロパスカルくらいは入るのですが、350キロパスカルくらいでパシュッと抜けてしまうようになってしまいました。このフロアポンプ当時3000円くらいで購入して3年くらい使っているのですが、そろそろ買い替え時かなと思いまして、次何を買おうかなと自転車屋さんを転々としていたら、コーナーに面白いものが売っていたのでこちらを購入しました。ポンプのヘッド部分のみの商品です。キャプテンスタックが出している空気入れ用口金 Y3269 税込み418円でした。なんか慣れ慣れしいですね。これ対応ホース径が 9mm となってまして、買ってから確認したのですが、うちのポンプのホース径は 9mm だったので良かったです。これを装着していきます。交換方法 ① 古い口金をホースから外す ② ホースの先端を切り取り平らにする。めんどくさいのでバッツリいきます。意外と綺麗に切れたので ③ キャップをはめて �4 ぶっ刺してキャップを閉める。5引っ張って取れないことを確認。終わったので空気を入れていきます。無事350キロパスカルまで入るようになりました。だいたい5分ぐらいで終わったので楽ちん作業ですね。3000円のフロアポンプが400円で治ったので幸せです。ちなみにこの口金の図、対応しているものが A 式、米式となっておりますが、売っている状態だと米式のみの対応ですね。車のタイヤだったりフロントサスのここだったりでおなじみの形状。実は乗用車のタイヤより自転車のタイヤの方が高圧なので、この空気入れで普通に車のタイヤの空気を入れることができます。そして A 式、シティサイクルによく使われている洗濯バサミ式の形状ですね。ほんとなくなればいいのにと思ってる企画です。ポンプに付属していた A 式、米式の変換アダプターをつけて入れます。図に書いてあるのは A 式と米式だけなんですけど、よくスポーツ自転車で使われる普通式、あれ対応してないじゃんとなるかもしれませんが、これも別売りのアダプターがありますので大丈夫。普通式、米式の変換アダプターをはめてから入れます。アダプターも A 式に比べて小さいので持ち運びしやすいのがグッドですね。米式をベースに A 式、普通式のアダプターを持っておけば困ることはないといった感じですかね。あとは余談ですが、僕が持っている空気入れがあと2本あるので紹介します。まずはこれ、先ほどのフロントサスのバルブですが、フロアポンプの大きなヘッドだと入らないんですよね。なのでフロントサスの空気入れ用にこんな感じのポンプを使っています。ここをバルブにねじ込んでシュコシュコ入れていく感じですね。もう本当にこれはフロントサス用にしか使ってないです。あとは普段持ち歩いているバッグの中に小さなポンプが入っています。パンク修理用のやつですね。それと普通式、米式アダプターと A 式、米式アダプターも一応持ち歩いています。
もちろんポンプだけではなくてタイヤレバーとかチューブ用のパンク修理道具一式が入っています。最悪フロアポンプがなくても空気は入れることはできるのですが、やっぱりフロアポンプが一番楽に空気を入れることができるので直ってよかったです。以上、自転車の空気入れの修理とその他空気入れの紹介でした。もしお手持ちの自転車の空気入れが壊れた時はうっすらと思い出してくれれば嬉しい限りです。このチャンネルでは引き続き僕の自転車に関する動画をアップしていきますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をして次回作をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。良い自転車ライフを。Shining for every day, life will life for you.